はい、適当ソーイング。今日はいろはに縫製さんにちょっと助けてもらって、ミシンですね。ミシンをちょっと引き取りに行く動画ということで、なんていうの、こんにちは、いろはに縫製ですちょっと真っ暗なんですけど、今トンネルの中で大阪の方まで岡山からちょっと2トントラックをちょっと借りて中古ミシンを引き取って自分のアトリエに追加しようという感じなんで、ちょっとその作業風景とかも載せていけたらいいなって思います。はい。ドライバーで今このように横を外してる感じですね。ちょっと交互借りします。はい、どうぞ。で、油池がありますんで、ちょっとこれを抜く作業をします。油池はこの今やってるネジを外すと緩んで出るって感じですね。そうで、その下にこういうペットボトルとロートですね。を用意してもらって、でここの飛び出たへそみたいなここからこのように出る感じですね。で、時を待つって感じです。すごいですね。これは何ですかね、この横についてこれあれトランスです。横の毛ことああ、なるほど。毛ことのね補助電源。500ml ぐらいかな。これで出ない。油はこれで一旦抜いたと。で、こういう風にもうちょっと抜くね。もうちょっと抜くのに。もうちょっと抜く。はい。一旦こっちよくちょっと持ち上げて。ああ、なるほど。うん傾けてまた寄せると。残りのオイルが。よはい。いしょ。もういいかな。よいしょ。そうか、そういう風にしないとそう残っちゃう。ほらこんだけね。ああ、ここにあった見えます。余分がね。なるほど。これでまこっちのたオイルパンに寄ってきたんで。よっこらせと。でまたもう一遍残りを抜きます。いくよ。はい。もうある程度抜けちゃったらあとはキッチンペーパーでもいいしペーパータオルでもいいし。ああ、はいそれで残り拭き取ってね。液が垂れんぐらいにそう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 。拭き取ってもらって、完了ですね。はい。まずよしじゃあ油を抜くと。オッケー。ここは2階なんで分解して下ろす作戦で今やってます。ロックミシンの方は抜かないで下ろせるみたいなんで、それでやってみようと思います。キッチンペーパー的なのを使うか。これで良ければありますよ。あ、オッケーオッケー。あ、全然オッケー。周りを撤収させてもらう周りを溶岩だったので、はい。撤収とパン。油は一番めんどくさい。で、コードこういう感じですか。邪魔なんだけどね。なるほどしといてで、ベルトをこのように取って適当に。引っかからないように。であとはここでエイヤと。ああ、腕をで頭運ぶと。でビニール袋持ってこようか。ビニールこれはあれですか、ヘッドの垂れる油を。そう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 。オイルパンのね、下にそうか、ここは綺麗にしてもこのミシンに回ってる油が垂れてくる可能性があるんで入れるって感じですか。よいしょ。なるほど。これで OK ですね。これで包んで、よし、玉でいい。1台は自分ただ密着するって形で。あの入り口からバラしたらいけますかね。もっと広いガラス戸やったら広く開ける。はいはい。あそこから、ああ、はい、正面から行かせてもらえば。大丈夫ですか。ありがとうございます。ヘッドだと30キロぐらいですかね。30キロぐらいでしょうねこれ。ああ、なるほど。そんなにちょっと女性ではちょっとしんどいけど、ああ無理でしょう。女性は無理やね。板台車か何かで。なるほど。本縫いミシンのヘッドは30キロぐらいで、はい、まあ男性がギリギリって感じ。男だったらもう楽勝ですね。なるほど。で、一旦ヘッドは預けて、はい。次は机と足
はそのまま行く感じですか？行きましょ今回は2人なので、1人の場合は足と天板をばらさなきゃいけない感じですかね。そうですね。それだったらもうまあただ板台車とかでゴロゴロ行くのもありですけどね。ああそうか。まあ2人ですので、全然楽勝ですね。これごと階段よいしょという感じで、そうですねこれがないだけで、だいぶ2人で運べる重さなんで、でそれでいきこれもうます。今のうちにヘッド抜いちゃいましょう。はい。ヘッド抜くと軽くなるんでね、これが。ロックミシンも頭を抜く。そうですね。で、油は抜かないでそのままいけそうなんで、これはもうパンクになってるんで。はい。よいしょ。なるほど。カバーはなんか変なカバーですね。こんなカバーは。うん。綺麗ですね。綺麗ね。で、もうこのチェーンを外すときはロックミシンの場合は外してフットペダルとチェーンがつながってます、ねこれでしょ。。なるほど。これだけです。おお。でプーリー周りがねプラスチックのがあるからあ運ぶときに割らないようにね、これは要注意ですね。あ。これってメロウですか？だからこっち側は必ずこのプーリーを持ってこれがプラスチックだと割れることがあるんでね、運ぶときはこのプラスチックじゃなくて、このプーリーを持ってやこのってねプーリーに指を入れはいてあげる。で、こちら側は、この下からね、ここもプラスチックなんで、ああ、なるほど。プラスチックは割れちゃうから本体を触らんようにして、おっと糸切るの一応切るの忘れた。一人で下ろせるものは先に下ろすと。そうですそうです。なるほど。今度は一人でできるかなと。いいかので今頭を動かした状態です。よいしょ。で、じゃあ手次はでいきましょう。二人で運ぶ感じですね。手でいきましょう。はい。これ一人だったら分解すると。ですね。二人でですね。テーブルと足。行きましょう。なるほど。いきます。これはキャスターがないと。キャスターなしやね。この自体はキャスター付きで楽ちん。手応え的には30キロぐらいかそう、いや30よりはあるねこれ。な。もうちょいある。多分50ぐらいじゃないかな。半分にしたらまあ男性一人で運べると。今コードが出とるんで、どっかに巻きつけて足に引っかかって怪我してから階段落ちたら大変なことなんで、普通に結んでもらって、ぐるぐるでこれで OK。はい。まあ怪我には注意して。階段行きましょう。はい、階段今降ります。自分が押し上げたこうやって。どういう感じの方がいいですか？よいしょ。こ一段ずつ一段ずつ。いきますよ。はい。の一苦労ですね。でもまあまあ死んだ方。よいしょ。このように一旦下ろして、そうか。まあまあいいか。最後でバッていきますか。じゃあ引き続きもう一個のミシンテーブルと足モーターついた状態で今下ろそうとしてます。二品サイドでいいか。引き出しにもネジ入れといて。ああ、ちなみにこんな棚とかそういうのはいらないですか？ああ、これですか。細かく整理できたり、ああ、まあ、いっぱいシールの跡とかちょっとフリーまだとそうかつかないですけど。ありか。いやわしあったらわしいただけるんだったらもらうわし。あ、じゃあもらいます何。台でもよかったら。トラックに乗りそうな。あとぐらいそういうケースとかもあるんで。すげえ。あんなそんなサービス。もう本当になくなって汚いんですよ。ほんまにああ、ラックとか。ラックの整理とか、おー材料の整理とかにはよけいやあの段がええね。ああいうのを買うとめちゃくちゃ高いですもんそうなんね。ですよ地味にね古いですけど、えやっぱりそうかすごい細かく整理できるんで、しかもこんな高いのだとうん下ろすのが大変って感じ。処分が大変ってこと。まあ処分もね、いやでもっぱりもらえるなら。もういただけるんだったら全然。よかったです。ありがとうございます。使わせてもらいます。誰様に下ろそうかもしれない。とりあえずミシンを下ろして、で乗りそうな分をいただきます。ありがとうございます。
小橋さんがじゃあもらう分だけもらって、詰めそうな分は自分ちょっとおこぼれ頂戴しますこれ途中までコロコロでコードはまた糸かけなりどっかにくるくると危ないんで引っかからんように。チェーンもこうやって意外とフットペダルのこのチェーン忘れがちな感じになりますよね。チェーンもねこうやって吊るしてやる。あと引っ掛けないとなくなったらちょっと悲しいですからね。そうそうそう、こうやってね吊るしとけばね。引っ掛けとけばそう、大丈夫です。なくなることはないと。で、じゃあゴロゴロっていきましょう。はい、じゃあこれはキャスターなんでこれ全然軽いよっ。オッケー。よいしょ。よし下ろすことに成功。2人でも一苦労ですね。で、今回使ってるのがパワーリフトの2トントラック。これいろはにさんに今回協力いただいて、リフト付きなんでこうやって、楽々に。これがあるとないとだとだいぶ運転の差ですよね。ですね。よし、じゃあ積んでいきましょう。これは午前中に引き取らせてもらったミシン2台これずらさなかったら積むように。で4台積むことになるんで、今ちょっとこのように縛ってるんですけど、配列を変えていきます。運び方としては一回別で転がす感じですか？ですね。頭さっき分解したのと同じように別々で運ぶ感じです。はい。とりあえずじゃあテーブルから。はい。ああ、楽ちんやね。ここまで来たら。そうですね。階段がやっぱ自分の腰より上のものを上げるのが一番辛いですね。いや、より若くないから。で、この状態でもうヘッド乗っけちゃいましょう。ここに。はい。で先ほど油漏れ防止でしてたビニール外してもうはめるだけですね。でこういう入ってるのはとりあえず後で処理するんで、ゴミが散らばらんように。本縫いのブラザーですね。これだですね。とりあえずこんな感じで、ベルトはこういう風に、起こしてあればゆとりできますので、起こしてミシンを起こしてですね。起こしたらゆとり。このようにやってゆとりを、でその時にこのあれにはめると。フーリーにかけます。はい。今レイアウトをちょっとベテランのいろはにさんの中で、はまる位置にしてもらってます。3台入るということなんで、今3台入れようとして、でこの真ん中ですか？いや、こっち真ん中にロック入れる。じゃあこれだ。こっちをしてもらえばいい。はい。それもヘッド乗っけてももう大丈夫。なるほど、キャスターがついとるんでヘッドも乗っけると。でこのプーリーと金属の下はい、そうです。を持って、ではい、一旦預けて、はい、ズドンと。でゴム受けがね、あるんで、ゴム受けの上に、はい、オッケー。こうやれば簡単にはまりましたね。高さ下げようか。下げますか？段違いになってるんで、今から高さ揃えていきたいと思います。ラチェットで単純に緩めて高さ変える感じです。ですね。サイズがだいたい M13 サイズです。あ、13サイズですね。ここもう一本止まってた。ここも止まってるんで、
まあ、全部で5箇所ぐらい、まあものによるんですけど大体5箇所で仮止め程度に固定してね、止めて高さが合えばそうですね、高さが合わないとベルトで縛るときに、安全に運べるもんね。転がったりすると大変なんで、そこを今調整してます。で高さがある程度合うんで本縫いも同じようにって感じですね。下げましょう。向かいにあるテーブル同士が当たればいいんだけどね。浮いてますね、1個分。向こうちょっと上げようか、あれを。なるほど。この高さ調整が意外と大変というか、揃えないと危ないってことですね。車で運ぶときにガタガタしてしまうので、それをならんように今このようにもう一段違う感じなんで、机と机がぶつかるようにしないと。ちょっと待ってね。位置はこれで、はいで、まあだいたい水平かなぐらい。もうちょっと下げていいかな。この前だ。テーブル同士が当たっとればね、安全なんでね。そうですね。ここはあくまで机同士がこの厚み同士を当てて、ガタガタしないようにするために今調整していると。よし、オッケー。はい。ギリギリ当たるって感じですね。当たるね。これ気持ち下げようか。あ、下げますか。危ないですか。下げとく方がもう安全の方がね。そうですね。万が一乗り越えたり段差ですると危ないんで、ここも一応大体っていうか合うようにします。これは同じペンの工場だったらこういうことは起きないんだけどね。そうです。別々の方にいただいてるんで、まあ高さ揃えるのは忘れずにというか、事故につながったら大変ですからね。1台ならね。はい、オッケー。ちょっと下がりすぎ？まあ下がりすぎです。よし、オッケー。いいよ。これを一人でやるのはやっぱちょっと苦しい。降りて支える。そうだね。って考えたらすごいですね、ブローカーさんは。だね。一人で基本やるんで、毎日だからね、それもしかも。それはそこら辺の引っ越し屋さんより筋肉マッチョになってしまいます。おお、いった。行き過ぎた。そうですね。一旦止めて、はい。このように、大丈夫そうですね。高さをもう段乗り越えないように付け合わせぐらい、まあ大体でいいと。もうちょい上げたいね。でもやっぱりちょっと緩めようか。なるほど。とりあえずの積み込みはできて、ここから縛る作業ですね。今このミシンの腕のところを通して固定しようとしてます。一番固定しやすいから。はい。これを一人でやるってなるとやっぱ2倍3倍動きますね。しんどいね。これ名前何でしたっけ？これなんかね、ラッシングっていうか、ああ、ラッシング。確かにそんな名前だった。西目ベルトだったかね。ああ、こういうのがあると、オッケー。超強固に固定できると。これがないともう正直もうロープでは緩んじゃうからね。ラッシングでパツパツに締めると。ですね。で2箇所ぐらいいきます。すごいいっぱい入ってますね。工具箱にね、ベルト。このような感じで2箇所ぐらいやっとけば安心安全かなって。なんせ高速道路を走るからですね。振動とかが結構多かったり。段ボール当てようか。金具の傷防止でこういうケアももうミシン愛ですね、そこは。ですね。ラブです。よいしょ。オッケー。
でこれをこっちにこうか。横に。はい。ちょっとこれ上げた方がいいね。これも高さ合わせて上げて合わせましょう。ガタガタしないようにします。このタイプは一つだけか。一つだけ。ガタガタしたら危ないからね。そうですね。もう道路を走るんで安全第一で。オッケー。はい。もう離していいよ。よし、いいよ。離してもいいよ。あ、合うね。こんなくり抜き方があるんですね。なんかあんま見たことないですね。いや、昔はね、なんかそのくり抜き方よくやってたね。面白いですね。独特な綺麗なというか、かっこいいというかね。シャレオツっすね。よし、まあオッケー。こういう感じで。あ、そう。で、タイヤのとこ。タイヤの前の出っ張り、棒にかけて。タイヤ前の棒に。OK です。仮止め完了です。これで走っても大丈夫かなっていう状態になってます。まあ僕ほとんど何もしないでいろはにさんでやってもらっちゃってるんですけど、ここまでしないとやっぱり万が一を備えてってことですよね。そう。これはもう慣れやね。慣れと事故を起こしたらよし、オッケー。元も子もないんで。いっぱいあるんですね。ベルトね、夜は多い時にこれ12台積みますからね。ああ、すごいっすね。上下逆にして。お付き合わせにしてこう並べると。で、あれをそこはもう取らなくていいか。じゃあこんな感じでまたお会いしましょう。見事にありがとうございます。